こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回のモロッコ旅はマラケシュからスタートしてフェズ・シャウエンに北上するルートで周遊しています。今回は迷宮の街としても人気のあるフェズの街から紹介させていただきます。よかったら動画の方最後までご覧ください。フェズは迷宮の街としても知られているんですけれども、職人街があるっていうことで手芸に携わる身としては一度はね訪れてみたい場所でした。それから次の動画ではシャウエンというところに行きます。でシャウエンは青の街としても有名で、旅行雑誌でもよく見ていたのでいつかね行ってみたいなっていうふうに思っていた場所なんですよね。なので今後の動画の展開も楽しみにしていただけたらと思います。それからね、実は前回のマラケシュの動画で両替について触れているんですけれども、今回見直したら街中の ATM は手数料がねどうもね高かったみたいで、実際には空港での両替の方が手数料がかかっていない分安かったんですよね。でマラケシュの ATM は利用していないんですけれども、フェズの ATM では実際に手数料が上乗せされていました。こんな風にソニーバンクの画面の方をちょっと共有させていただきたいと思います。ここが、空港の両替所で両替しているものです。 ATM の手数料がかかっている上にさらに現地の手数料っていうのがかかってるんですよ。なんですけれども、この取引両替っていうのはこことあんまり変わらないんですよね。なんかそう思うと、空港で両替してもそんなには大きな差はないのかなっていうふうに感じました。あとモロッコはもうクレカ決済のできるところが限られてて、カードを使うと若干ね手数料を上乗せして請求されることもあるんですよ。なのでできるだけね現金で支払うことをおすすめします。最後はねユーロも使い切ってしまって現金の持ち合わせがなくて本当にね不自由しました。ちなみに宿泊税とかタクシー代とかも現金払いになります。なのでこれからねモロッコの旅行を計画されている方はぜひね参考にしてください。道中はほとんどね砂漠の中を走るような感じだったんですけれども、だいたいね6時間ぐらい乗っていました。トイレにね立つこともなくずっとね座ってね編集とかしてたんですけれども、意外とね快適な座席ではありました。この電車で選んだシートはファーストクラスとセカンドクラスっていうのがあるんですけれども、値段もねそんなにね高くなかったので今回はファーストクラスにしました。でセカンドクラスもね広さ的にはそんなには変わらないようです。ちなみに今回の電車のチケットはオンラインでも購入できたんですけれども、どうもね楽天のクレジットカードの決済ができなかったんですよ。で滞在中に時間があったのでマラケシュの中央駅まで街歩きをして切符を買いに行きました。クレジットカードで窓口で買うことができました。290ディルハムで日本円だとだいたい4600円ぐらいです。このオンライン決済に関してなんですけれども、日本のねクレジットカードっていうのは一部ね海外でのオンライン決済で跳ねられてしまうことが多いんですけれども、以前も紹介したソニーバンクのデビットカードですね、こちらのビザカードを試したらこの後ねシャウエンに向かう CTM のバスチケットはスムーズに公式サイトから買うことができました。ちなみに他の国でも試してみたところですね、楽天のビザカードはねやっぱり跳ねられちゃって、でソニーバンクのデビットカードはほとんどのところで問題なく使えました。なのでねやっぱりね便利だなっていうふうに実感したところです。ただね即時決済になるので残高がないと不便なんですよね。でも万が一紛失してもデビットカードは残高がなければ使えないカードなので、出国時に残高を旅資金のみにしておいて足らない時だけ現地で楽天銀行から入金するようにオンラインで手続きをしていました。それからタクシー代なんですけれども、タクシーは乗るときに必ず交渉をする必要があります。これがね本当にちょっと面倒くさいなって思うんですけれども、今回はフェズに降りて電車降りてからタクシーに乗って旧市街の方に向かうときにタクシー代を払うんですけれども、これもねいろんな人がタクシー勧誘してくるんですよね。なんですけれども、なんかタクシーのうんちゃんのルールなのか最初に声かけた人が乗せていくみたいな感じになるんですけど、それでもねだいぶ交渉して、で荷物がね今回スーツケースがあったのでしょうがないかなと思ってもうちょっと安くしてほしいなって思いながらも乗れたんですけれど、この時ねかかった金額が25ディルハムでした。で日本円にするとね
交渉しても本当にね375円って書いてあるんですけど、もう本当にすごく低価格なんですよ。なので別にそのまま払ってもいいかなとは思うんですけれども、なんか交渉するっていうのもちょっとね楽しみの一つでもあって、今回は交渉して25ディルハムになりました。このね情報は今回2024年の5月の情報なので、そんなに古くはないと思います。これから旅行される方は、ちょっと金額の価格の目安にしてみてください。ただね、私は本当に常に現金がないっていうところで葛藤してましたので、ちょっとでも節約しなきゃっていう信念でやってましたので、いいかなっていうふうに、交渉してよかったかなっていうふうには思ってます。ということで無事フェズ到着しました。こんな感じ。駅なんか前に座ってた人がフランスパンをね一口なんか食べるとか言ってちぎってくれて、それがなんか美味しくって、なんかもう感動して泣きそうでした。7時間長い電車の旅だったんですけど、ずっと編集作業したりとか、あと韓国ドラマ見たりとかして時間潰してたら結構あっという間でした。今、夕方の5時50分です。これからホテルに電話して迎え来てもらえるところまで、待ち合わせ場所みたいなところなのかな。ちょっとフェズはなんかその旧市街みたいなところがメディナがすごい混み入ってて迷いやすいので、迎えに来てくれるそうなんで、ちょっと電話してみようと思います。私の英語通じるかわかんないけど、ちょっと頑張ってみます。ではこの後ホテルで。駅の中まで来ました。ここも結構広い、すごい天井吹き抜けになってる大きな駅です。無事に電話できたのでタクシーに乗って待ち合わせ場所まで向かいます。すごい街が見えてきた。ここはマラケシュとまた違うな。タクシーの金額をすごい交渉になっちゃったけど、なんとか25ディラーハムで待ち合わせ場所まで連れてってくれるということです。どこまで行くんだろう。この紫の花が咲いてる。何の花なんだろう。ホテルの人が案内してくれた。ここ美味しいよって。あとハリラスープもおすすめしてくれた。すごい親切でいい人。ホテルにしてよかった。これもオリーブなんか美味しいよ。全然マラケシュでご飯食べなかったからちょっと新鮮。やっと調子が戻ってきたかな。ハリオっていうスープ、なんか断食の後に飲むスープなんだって。マラケシュで全然ねご飯をまともに食べなかったから、すごい新鮮。今になって、なんだろうこれ、パクチーが入ってるのかな。でも美味しい。すっごい美味しい。これは美味しいぞ。これね、スープ10ディラハムだからなんと150円。なんか豆とか入ってる。豆とかちっちゃいなんかもうちょっと近づけるか。すごいね。こんな感じ。すごい美味しい。やっとなんかまともなご飯食べた気がする。ハンバーガーとかパンとかしか食べてなかったから。で
なんかこういうパンがよくついてくる。これもね全然手をつけなかったんだけど、ここでここスープと一緒だったら食べたくなるよね。美味しい。で、明日はこのホテルの人がおすすめしてくれたなんか1日6時間か6時間ガイドをしてくれるそうで、このフェズっていう街はこのメディナの中でなんだって9400の道路があるんだって。道路っていうか小道とかが9400もあるからすごいいっぱいで迷い込むって。で1人でツアーをする、1人で回ると迷子になっちゃうけどツアーガイドがいれば安心だよってことで申し込みました。だから明日は一日フェズの街を歩き回ります。チキンのタジンが来た。なんか久しぶりに食べれる気がする。チキンタジン鍋とポテトフライを頼みました。全部は食べきれないと思うけど頑張って食べよう。チキンが埋まってる。これで40ディラハムだから600円。安いな。ポテトも美味しい。普通にお肉が食べたかった。しかも辛くないよ。よかった。お肉柔らかい。おいしい。めっちゃ美味しい。で迷わず帰れるでしょうか。なんかホテルの人がものすごい客引きがあるから絶対に応じないようにって言われたので、このカメラを手に聞こえないふりをするしかないなと思って、その作戦で戻ってます。日が暮れてきた。ここがメイン通りになってるのかな。ちょうど門からまっすぐに来たらずっとこのお土産屋さん街なんだけど、でもホテルのオーナーさんが言うにはここのお土産はあんまり質が良くなくて、で明日ガイドさんが連れてってくれるちゃんとマーケットがあるそうで、そこの方がちゃんと品質もいいよってことでした。で金額もこっちはその観光客用に金額が高くなってるから、ここでは絶対買わないようにって何回も念を押されたので気をつけて、ただ流し目で見ていこうかなって思ってます。なんかね、ここすごいブランドのバッタモンがものすごい多くて、特にビトンのとかもすごい多い。どうやって生地を手に入れてるんだろう、作ってるんだろうけど、だから持ってる服とか着てる服とか履いてる靴とかアディダスとかに見えても本当はアディダスじゃなかったりする。なんか不思議な街。実はまだお土産買えてないんだよね。本当はバブーシュとか欲しいなと思ってるんだけど、ここで見つけられるといいな。でツアーガイドとかも現金なので ATM でお金を引き出しました。ソニーのカードで
デビットカードで引き出せたのですごい便利。よかった。着いた。すごい。外からじゃ全然こんな部屋があると思わないよね。へえ、すごい開放感ある。わお、It's nice。よかった。とりあえず第一難関はクリアかな。今回の泊まるホテルはダルハッサという名前のホテルです。すごいね、口コミレビュー良かったの。それで部屋はねそんなに広くないし、すぐここも下フロントでこんな感じでベッドで、ここ現金のみの支払いだったから60ユーロ現金で支払いました。よかった、持ってて。でシャワーとおトイレです。あとは洗面、ドライヤーもついてる。よかった。そんなにね広くないけど、まあ寝るだけだから十分かな。なんかちょっとずっと朝から緊張してたから少しほっとしました。すごいホテルのスタッフの人が親切でフレンドリーでいろいろ注意事項とか教えてくれるから安心して過ごせてます。お腹もいっぱい。久しぶりにちゃんとまともなご飯食べれた。よかった。ではまた明日は一日観光します。おやすみなさい。ということで今回のフェズの前編はいかがだったでしょうか。次回は早速ですね、フェズの迷宮の街を日本語のガイドツアーさんと一緒に探索します。よかったら続きの動画も楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の旅でお会いしましょう。